皆さんこんにちは。日本語デイリーポッドキャストへようこそ。パーソナリティのゆいです。こんにちは、はるきです。ゆいちゃん、今日も元気だね。もちろんです。はるきさん、聞いてください。今日、会社の帰りにコンビニですっごく美味しい新作のシュークリームを見つけたんですよ。お、いいね。ゆいちゃんは本当にコンビニの新しいものを見つけるのが得意だね。僕もさっきお昼ご飯にコンビニのお弁当を食べたところだよ。本当ですか？偶然ですね。じゃあ、今日のテーマはもう決まりじゃないですか。そうだね。僕たちの生活には欠かせない場所ということで、今日のテーマは日本のコンビニのすごいところです。わーい、このテーマなら私たくさん話せますよ。日本のコンビニってただのお店じゃないですもんね。全くその通りだね。海外から来た人は日本のコンビニの多機能さに驚くってよく聞くし、今日は僕たちが思うコンビニの魅力についてリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきましょはい、それでは日本語デイリーポッドキャストスタートです。う。さて、まずはやっぱり食べ物の話からかな。ゆいちゃんがさっき言ってたシュークリームもそうだけど、最近のコンビニの食べ物のレベルは本当に高いよね。高いなんてものじゃないですよ。もう専門店レベルです。特にスイーツ。私が今日食べたのもコンビニのプライベートブランドなんですけど、クリームが濃厚で生地はサクサクで、これを200円以下で食べられるなんて幸せすぎます。ゆいちゃんの食レポ、すごくわかりやすいよ。確かにスイーツの進化はすごい。毎週のように新商品が出るし、有名なパティシエが監修した商品とかもあるからね。そうなんです。だから毎週コンビニに行くのが楽しみで、今週はどんな新作が出てるかなーって宝探しみたいなんですよ。季節限定の、例えば春ならいちごのスイーツ、秋なら栗やかぼちゃのスイーツとかも絶対に見逃せません。宝探しか。いい表現だね。僕はスイーツもだけど、お弁当とかお惣菜のクオリティに驚かされることが多いかな。昔のコンビニ弁当って正直、時間がないから仕方ないかっていうレベルだったと思うんだ。わかります。昔はちょっと味が濃かったり、野菜が少なかったりするイメージでしたよね。そうそう。でも今のコンビニ弁当は栄養バランスが考えられているものも多いし、味も格段に美味しくなってる。出汁をしっくりとった和食のお弁当とか、本格的なスパイスを使ったカレーとか、下手なレストランでランチを食べるよりよっぽど満足度が高いこともあるよ。確かに、おにぎり一つとっても種類がものすごく豊富ですよね。定番の鮭とか梅だけじゃなくて、ちょっと変わった具材とか、お米自体にこだわった高級なおにぎりとか、選ぶだけで楽しくなっちゃいます。わかるな。あと、個人的にすごいと思うのは、入れたてのコーヒあ、コンビニコーヒー、私も毎日買ってます。ー。だよね。100円ちょっとであのクオリティのコーヒーが飲めるようになったのは革命的だと思う。朝出勤前に一杯買うのが日課になってる人も多いんじゃないかな。手軽で安くて美味しい。コンビニが僕たちの食生活を豊かにしてくれているのは間違いないね。本当にそう思います。忙しい時でも美味しいものでちょっと一息つける。コンビニは私たちの味方ですね。食べ物の話で盛り上がったけど、日本のコンビニの凄さはそれだけじゃない。次に話したいのはサービスの多様さだね。それも絶対に外せないポイントですね。食べ物や飲み物を買うだけじゃないですもんね。一番代表的なのは ATM かな。銀行の窓口が閉まっている時間でも、土日でも24時間、いつでもお金が下ろせる。これは本当に便利だよね。本当に、急にお金が必要になった時、何度コンビニの ATM に助けられたことか。それに、公共料金の支払いもできますよね。電気代、水道代、ガス代とか。
そうだね。わざわざ銀行や郵便局に行かなくても買い物ついでに払える。住民税とかの税金も払えるしね。僕は昔払い忘れてた請求書を夜中の2時にコンビニで払って気を泣きを得たことがあるよ。わかります。やばい、明日までだみたいな時、本当に神様に見えますよね、コンビニが。他にもコピー機やプリンターがあるのもすごくないですか？マルチコピー機ね。あれもすごい。ただコピーするだけじゃなくてスキャンもできるし、USB メモリからデータを印刷したり、スマホから写真をプリントしたりもできる。そうそう。私、この前急に履歴書が必要になったんですけど、家にプリンターがなくて。でも、コンビニで証明写真も撮れるし、ネットプリントで履歴書も印刷できて、本当に助かりました。それは大変だったね。でも、コンビニのおかげで乗り切れたわけだ。あと、意外と知られていないかもしれないけど、コンサートやスポーツのチケットも買えるし、高速バスの予約もできる。宅配便も送れますよね。荷物を郵便局や営業所に持っていく時間がないとき、近所のコンビニから送れるのは本当に便利です。まさに、かゆいところに手が届くサービスが揃ってるんだよね。かゆいところに手が届くですか。面白い言葉ですね。これは日本の独特な表現かもしれないね。本当に必要としている細かい部分まで行き届いたサービスっていう意味なんだ。まさに日本のコンビニが提供しているサービスはこの言葉がぴったりだと思う。生活の中で、これができたら便利なのにって思うことが大体コンビニで解決できてしまう。なるほど。かゆいところに手が届く。勉強になります。確かにコンビニはただの店じゃなくて、生活のインフラ、社会基盤になってますよね。その通りだね。食べ物も買えて、お金も下ろせて、荷物も送れて、チケットも買える。一つの場所でこれだけのことができるのは、世界的に見てもかなり珍しいんじゃないかな。ここまで食べ物とサービスの話をしてきましたけど、私が思う日本のコンビニの一番すごいところって、もしかしたらもっと基本的なことかもしれません。ほう、基本的なこと。はい。24時間365日いつでも空いているっていうことです。当たり前すぎて普段はあまり意識しないんですけど、これって本当にすごいことだと思うんです。確かに。夜中に急に熱が出て薬が欲しくなったり、仕事で帰りがすごく遅くなってお腹が空いたりした時、コンビニの明かりが見えるとホッとするよね。そうなんです。まるで夜の街の灯台みたいだなって思う時があります。どんなに暗くても、あそこに行けば明かりがあって人もいて必要なものが手に入るっていう安心感。これはお金には変えられない価値があると思うんです。夜の街の灯台か。素敵な例えだね。言われてみれば、防犯の役割も果たしているよね。夜道が怖い時も、コンビニが近くにあると少し安心できる。そう思います。それに、どこにでもあるっていうのもポイントですよね。都会の駅前はもちろん、住宅街の中や、ちょっと田舎の方に行っても、必ずと言っていいほどコンビニがある。全国に5万5千店以上あるらしいからね。この店舗数は驚異的だろ。だから、旅行先や出張先で知らない土地に行ったとしても、コンビニを見つけると、よかったって安心できる。いつものコーヒーが飲めるし、トイレも借りられるし。わかります。トイレが綺麗でいつでも貸してもらえるのも日本のコンビニのすごいところですよね。それは大きいね。さて、ここで少し日本語を勉強しているリスナーの皆さんの視点に立ってみたいんだけど、はい、なんでしょ日本に来たばかりの人がコンビニに行くと、レジでの店員さんとのやり取りに戸惑うことがあるんじゃないかなって思うんだ。ポイントカードはお持ちですか？とか、お弁当は温めますか？とか、袋はご利用になりますか？とか、一度にたくさん質問されるから、確かに。日本人でもちょっとぼーっとしてると、え、
って聞き返しちゃう時ありますもんね。あれ、最初は難しく感じるかもしれませんね。だよね。だから、もしリスナーさんの中にコンビニのレジがちょっと怖いなって思ってる人がいたら、簡単なコツを教えたいな。全部を完璧に聞き取ろうとしなくても大丈夫。もし温めてほしいお弁当があったら、商品を出すときに温めてくださいって先に言っちゃうのがいい。ああ、それいいですね。ポイントカードを持っていなかったり、袋がいらなかったり、特に何もなければ、店員さんの質問に対して、にこやかに大丈夫ですって言えば大体 OK。大丈夫ですは便利な言葉ですね。もし袋が欲しかったら、袋をお願いしますで伝わりますしね。そうそう。最初は少しずつでいいんだ。コンビニは日本での生活に慣れるためのすごくいい練習場所にもなると思う。怖がらずにどんどん利用してみてほしいな。はい。店員さんも優しい人が多いですからね。というわけで、今日は日本のコンビニのすごいところというテーマで話してきたけど、あっという間に時間が経ってしまったね。本当ですね。まだまだ話せそうですけど。食べ物から便利なサービス、そして安心感まで、コンビニの魅力は本当に奥が深いですね。それじゃあ最後に今日のポイントを少しだけまとめてみようか。お願いします、春樹先生。まず、コンビニの凄さの一つ目は、食べ物のクオリティの高さ。専門店にも負けないスイーツやお弁当、そして入れたてコーヒーなど、食生活を豊かにしてくれます。キーワードは、新発売や季節限定ですね。はい。二つ目は、サービスの多様さ。ATM、公共料金の支払いや宅配便の発送など、生活に必要な多くのことがコンビニで完結します。かゆいところに手が届くサービスが満載でした。まさに万能ですね。そして3つ目が24時間365日、いつでもどこでも利用できる安心感。これは日本の生活の基盤、インフラとも言える存在だということ。もしレジでの会話に困ったら、大丈夫ですやお願いしますといったシンプルな言葉から使ってみるのがおすすめという話もしたね。完璧なまとめありがとうございます。今日の話を聞いてまたコンビニに行きたくなっちゃいました。僕もだよ。帰りにコーヒーでも買って帰ろうかな。いいですね。さて、リスナーの皆さんにも質問です。お、いいね。皆さんの国にもコンビニはありますか？もしあれば、日本のコンビニとどんなところが違いますか？また、日本のコンビニで一番すごいと思うのはどんなところですか？ぜひコメントであなたの意見を教えてくださいね。皆さんの国のコンビニ事情、僕たちもすごく興味があります。たくさんのコメントお待ちしています。はい、お待ちしてます。それでは今日の日本語デイリーポッドキャストはここまで。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。じゃあね。またね。バイバイ。